スチームと紹介されたアバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。はい。みんな見てくれましたか？もうその、1月3日、新春のモニタリングスペシャルですよね。はい。木村拓哉さんとかも出演されておりました。はい。その中に、アバンギャルディもいたんだよね。そう。で、そのモニタリングの、はい、話とかもちょっとこの後やっちゃいますね。っていうか、ちょっとほんまに聞いてほしいことがあってというか、はい、帰ってきたんですけど、ちょっとほんと聞いて、まず、31日から1日にかけて、そのアバンギャルディはフィリピンにね、行って、海外で年越すっていう話をしてたと思うんですよ。で、私も、行くっていうことで、ただみんなとちょっと1日ずれ込んで、遅れて一人で行く形になったんですけれども、なんで12月31日の日にもう飛行機に乗って、そのまま行ってカウントダウンしようと思ってたんですけれども、で、一人で準備満タンにして、飛行機に乗る前とかも普通にラウンジとかでゆっくりくつろぎながら、ご飯カレー食べようとかカレー食べたりしてて、で、乗り込みました、飛行機に。で、ずっと待てど暮らせど、なかなか出発する様子がなくですね。とか思いながら。で、ちょこちょこ、ちょっとまだ時間かかってます、みたいなことを、機内アナウンスがあったりして、とか思いながら。でもちょっとさっぱりやって、ついには、っていう声とともに、私機内でね、もう、イカゲーム見てたんですよ。ネットフリックスの。新しく出たやつ。だからそう、ほとんど聞いてなくて、ただ隣の席の子供が泣き出して怒ってるんですよ、めっちゃ。で、と思って、何と思って、なら、飛行機の、そのトラブルで、今乗ってる飛行機はもう飛ばなくなりましたっていうアナウンスだったんですよ。で、って言って。で、隣の子供は怒ってるわけ。もう多分、イベントなんかに参加するのかわかんないですけど、予定やったのに、どうにか間に合うってとか言って怒って泣いて、ずっとギャーギャー泣いてて、で、嘘やろって私も思って、で、どうすんやろうと思ったら、この後、別の便に乗り換えて、移動しますみたいな言ってて、と思いながらもうしゃあないし、で、それでちょっと事故とか起きても怖いしと思って、でもどっちにしてもドキドキ、大丈夫とか思いながら。で、結局、次の便まであと、また4時間とか、なったんかな、そんなんで、でもしゃあないし、でもう確実に、その、メンバー、アバンギャルディが踊るショーにはもう絶対間に合わないっていうことが確定したので、もうええわ、思って。で、もうええわってなるやん、ほんで。だからもうまたラウンジ帰って、4杯ぐらい飲んだかな、ビール。もう、腹立ってきて。なんで私ここにいるんだという。どういうことと思いながら腹立ちながら、もうしゃあないから、ビール飲むしかないと思って。で、飲んで、次の便に乗り込んで、ただ年越しはギリ、そのフィリピンに着くんじゃないかって感じだったんですよね。でもまたそこの飛行機乗り込んでも全然進まへんから、と思って、結局そこ乗り込んでからまた1時間ぐらい経ったのかな？無理やんってなって、で、無事に飛べたのは飛んで、ただなんていうかもうカウントダウンが始まる時間になったら、何か機内で、機内アナウンスがあって、機長の方が、本当にこんな形でカウントダウン迎えるっていうことはもう本当申し訳ないんだけど、もう2025年皆さんにとっていいことがありますようにとか言って、ハッピーニューイヤーとか言い出して、飛行機英語でね、言ってるから、おーいと思いながら、飛行機の中で結局年越しまして、そのフィリピンの時間でね、日本はとっくにもう年越してんだけど、道時間時差があるから、とか思いながら、シャンパンみたいな出されて、おいって許されると思うんだよと思いながら。でも誰も悪くないし、皆さんね、スタッフの人ももう最悪やろうしね、もっと仕事中やし、
もう、客からはね、文句言われるし、子供にも泣かれるしっていう。でも安全を第一に考えた結果ないけど、でも自分的にもね、まさか。だって、フィリピンの、そのメンバーたちは、ニーヨおるやん。ニーヨのライブもあったから、ニーヨが、なんか、シェリー、チューは、ハッピーニューイヤーとか言って、バーンみたいな花火みたいな。私は、空の中乾杯とか言って、シャンペン飲んで、だと思いながら、ちょっと悔しかったですけどね。まあでもほんま、なんやろ。まあ、ほんとね、私2024年は、厄年だったので、もうなんか、そんな感じやったんかなと思って、31日に。そんなことまで起きて、もうだから2025年は、ね、いい一年になるのかななんて思いながら、知らんけどね。でもほんま貴重な経験しましたよ。なんか、もう、3、2、1でジャンプとかあるやん。で、私ほら地球いなかったみたいな。そう、そんな感じほんまに。ほんまに初めて空の中でカウントダウンしましたから。まあでもね、無事、何よりも無事でよかった。ね、ほんと事故なく無事に、結局フィリピンに着いて、もうだから、もうほぼやることがないので、私の場合は。もう、ホテルのビュッフェ食べて、で、また乾杯して、で、また帰ってきたっていう感じで、ほんとそんな、いい正月でした。だからある意味ね。いい正月迎えましたけれども、びっくりでしたけど、はい、そんな感じです。はい。でですね、今週のアカネクラブなんですけれども、アバンギャルディのオカップトーク。はい、今週もお休みでございます。本当に忙しいんです、その人たち。はい、今もどこにいるのやら。どこにいるのって感じで、本当にいないので、ちょっと申し訳ないんだけど、私が一人で、はい、また喋ります。はい。でも、まだね、お正月気分は抜けてないんですけれども、まあでも頑張っていこうって感じですね。はい。で、番組のどこかでですね、レイコさんからのメッセージもお届けします。レイコさんってBMSG ですよね。BMSG でやってるよね。スカイハイさんの。ね。ですよね。レイコさんだ。で、先週お知らせしてました。アバンギャルディの新春グッズ、先週、1名の方にプレゼントするよって言ってたと思うんですけど、その当選者も発表しますから、皆さんお聞き逃しなく、はい、ドキドキして待っといてくださいね。はい、ということでございます。じゃあもう、ね、そんなもう2024年、もう嫌なこととかも全部吹き飛ばしました、私。だから2025年はね、楽しくいこうという感じで、はい。今週はもう上げソングを流しまくるのですが、あさってね、福岡の方でアバンギャルディまたライブするんで、はい、ちょっと福岡出身アーティスト縛りで元気ソングを流していきたいと思います。はい。じゃあ、まず1曲目。もうこれは私の青春の曲でございます。浜崎あゆみで、Boys and Girls。あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ。ここでメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム、大阪西区の矢島課長代理さん。あかねさん、アバンギャルディの皆さん、明けましておめでとうございます。いつも楽しいパフォーマンスありがとうございます。はい、こちらこそですね。年始のモニタリング最高でした。はい。もう見ていただいてありがとうございます。もうほんと結構いろんな人に見ていただいて、めっちゃ面白かったってね、言っていただきました。ありがとうございます。そう。でね、ちょっとごめんね、メッセージの途中やけど、高橋洋子さん、マジで面白い人です、あの人。まだあんなに面白い人って知らなかったんですけど、ほんまにすごい面白かった。もうまああれを見ていただいたらわかると思うんですけど、もうでも裏でもずっと面白かったですね。放送にはなかったんですけど、なんかいろいろ結構他にも収録したんですよ。放送なかったんだけれども、2個目の大学の学祭かなんかに行って、初心者のふりして、実はアバンギャルディやったみたいなところがあるんですけど、そこで、なんかそのイベントの MC してたのが、ゴージャスさんね。
高校っていう地球儀指す人と、で、あと、ちゃんかわいさんやったんですけれども、なんかその二人に、なんかメンバーと、高橋洋子さんが扮する、高校のコーチが、本番前に、二人にね、なんかアドバイスをもらいに行く、みたいな、が、シーンを撮りますって、こう、スタッフの人に言われた時に、高橋洋子さんが、ちゃんかわいにって言ったんですよ。てか、それ、おもろすぎて、確かに、ちゃんかわいさんに、なんていうか、ダンスの、アドバイスをもらいに行くっていうのが、おもろすぎたんやけど、それ気づいてなかったし、自分は。でも、なんかそこで高橋洋子さんが、ちゃんかわいにとか、なんか、こう、言う、返しが、全部いちいち面白くて、打ち合わせの時からもずっと面白かったです。こんな面白い人なんやって思いながら、もうでもほんまにこのモニタリングの企画も、もう結構ずっと何回もやられてて、で、ぜひアバンギャルディとコラボしたいってこう言っていただいて、で、結構実現しました。ほんとね、生歌もね、もうね、なんていうか、リハーサルの時に私生で歌われてんのを間近で見て、もう鳥肌以外の何も、ゴーってゾクゾクゾクみたいな。感動しました。めちゃくちゃ。ほんまに好きやから、ほんまに。この、魂のルフランも残酷な天使テーゼもほんと子供の時はずっと聴いてて、で、なんか、名曲すぎて作るのも、なんか嫌なぐらいずっと作れてなかった曲でもあったんですよね。そう、だからこの度は本当に、このモニタリングのおかげで、作品作りにも挑戦できたし、まあ何よりこの高橋洋子さんと一緒にパフォーマンスさせてもらえたっていうのはね、本当にめちゃくちゃ嬉しい、一つ夢が叶った経験でしたね。はい。めちゃくちゃ面白かったという。で、それでやな、やじ馬課長代理さんは、質問があると。東本願寺での撮影の時に、皆さんが履いてたのは、直旅ですか？それとも靴？とても寒そうでした。特注なんでしょうか？って言ってます。はい。気になりますよね。ちゃんと、そのアバンギャルディっていつも靴下でパフォーマンスするんですけど、で、なんか上靴をね、たまに履いたりするんですけど、上靴じゃない雰囲気がいい時もあるんですよ。で、どうにか靴下でパフォーマンスできる方法はないかなと思って、調べまくって、靴下風靴を買ったんで、あれ靴です。そうなんです。よく見たら、靴下みたいねんけど、靴、布の靴なんで、濡れたら終わりなんですけど、そう、あれは靴でーす。どこ気になってんねん。でもね、確かに、自分でもあれいつも見てて、外で姿でおって、めっちゃ気持ち悪いなと思うんで、靴履いてくれよとか思う。めちゃくちゃ不思議。確かに不思議なんですけど、あれは靴なんですよね。ありがとうございます。ということで、ちょっとモニタリング見てないよっていう人がいましたら、ギリギリ多分、見れるんじゃない？多分、TVer で見れそう。なので、ぜひ見てください。めちゃくちゃ面白いです。ありがとうございます。じゃあ次。曲いっちゃいたいと思います。福岡出身アーティストの方っていっぱいいるんですよね、ほんと。なんで迷うんですけれども、じゃあこの曲にします。もうこの曲めっちゃ好き。大好き。めっちゃいい曲。じゃあ行きます。カンで、FM Osaka. 85.1. FM Osaka. あかねクラ FM 大阪、あかねクラブ、振付師のあかねです。さあ、モニタリングの話しましたけども、もう一個ありました。さんま玉緒のあんたの夢叶えてるか、2025。はい。そこで、バブリーダンスを踊りたいと言ってくださいました。お姉様方の、夢を叶えるお手伝いをさせていただきました。はい。バブリーチアーズというね、めちゃくちゃ元気なチーム。あれ平均年齢おいくつだったっけ？ 55 歳。55歳です。すごいよね。で、すごい。もう、宇都宮、栃木、東京、千葉、愛知、山梨の6拠点で、活動されてるチーム。はい。そのね、チームの皆さんに
がバブリーダンスをね、踊ってみたいって、しかも荻野目洋子さんとね、一緒にパフォーマンスしたいという夢をですね、はい、叶えさせていただきました。もうこれもうほんまにね、すごいもうめちゃくちゃ短期間での練習だったんですけれども、もうとにかくめちゃくちゃリハーサルがずっと面白かった。はい。2回ぐらいしか私は行けなかったんですけれども、その2回の練習がすごく、もうあっという間ですごく楽しかったですね。とにかくみんな、早い、できない、足が痛い、ずれるとか、ずーっとこう、口動かしながらっていうのかな。めちゃくちゃもうみんなで口々にこう言いながら。で、私ももうね、やっぱ短時間でなんとかパフォーマンスを完成させないといけないっていう使命がございますから、結構厳しめにね、こうとか、足こっち遅れてるとか、下がってとか、言いながらね、めっちゃ楽しかったです。はい。でも本当なんかもう皆さん元気すぎて、なんかもう生き生きされてて、なんか一緒になんかこう、ね、なんか時間を共にし、なんかパフォーマンスに向けて一緒に練習するっていうこの時間がね、本当私もすごく楽しくて幸せな時間でした。だし、なんか本当に、まあ言ったら、人生の先輩方になるんです、お姉さんたちが。なんかこう、まあ激しいダンスにね、チャレンジする姿っていうのがもうほんまに見ててね、うわー一緒にこういうのできてよかったっていうふうに思いましたね。元気もらいました。はい、バブリーチアーズの皆さんも本当ありがとうございました。ねえ、ちょっと、これも本当にいい企画に私も呼んでいただいたわ、ほんま。ね、これ、ちょっとぜひまだ見てない方も、これもまたあると思いますので、TVer とかチェックしてみてください。はい。でもどうですか？なんかこう、ああやってさ、平均年齢55歳の人たち、もう上は、おいくつぐらいだったかな？こう今ね、ラジオ聞いてる皆さんも、ダンスとか、ぜひどうです今年はチャレンジされてみては。やっぱ踊ったらね、ストレス発散になるから、本当に。本当に本当に。本当に本当に本当に。なので皆さんぜひダンスやってみてほしいです。はい。なんかそういう、なんか企画ね、やれればいいね。ワークショップみたいな。あかねクラブでやったらいいやん。ね。あかね部長の、初心者のできるダンス教室。2025。やりましょう。やりましょう、ぜひ。はい。ぜひ参加しましょう、みんな。みんなでダンスやろう。これ一個目標ね。はい。じゃ、これメッセージも紹介しようかな。ラジオネーム、奈良市のひまさん、18歳の方です。こんばんは。いつも楽しみにしています。ありがとうございます。ほとんど毎日ダンスとバレエがあってしんどい時が多いけど、いつもアバンギャルディを見たり、ラジオを聞いたりして元気もらってますやって、すご。ダンスとバレエ習ってるんですか？すごいですね。でも、ほぼ毎日やってるって。これはマジですごいこと。で、そのひまさんから質問です。3月に高校を卒業するんですけれど、卒業までにこれだけはしておくべきってことありますか？やってー。そっか。卒業までにやっとけばいいことか。でもなんか私は、まず高校卒業してから上京するのが決まってたので、もうその大阪の友達とかにもすぐには会えないって感じだったし、家族とも離れるって感じだったので、結構ね、みんなで旅行とかは行ったかもね。なんか思い出作りしに行ったかも。高校の友達とは、そうやな、どこ行ったか。なんかなぜか渦潮見に行った。なんで？ほんまに。徳島に行った。なんでか。なんでやったんやろ？徳島県に行きましたね。温泉は入ったの覚えてる。とか、あと結構なんか家族でも行った気がするな。まあ、旅行はでもちょっとなんかやってほしいし、あとなんやろ、高校生までできることでもうほんま制服着てどっか行くことじゃないね。だって、大学生になって制服着てたらちょっと、なんでってなるけれど、高校生、ね、ちょっと高校生から制服着て、どっか行く。ユニバとか普通まあでもどっか行きましょう。制服で。
これしておくべきってことやんな。だから高校でしか経験できないことと、そう、制服です。はい。ありがとうございます。じゃあ次の曲、いっちゃいます。